こんにちは、盆栽タイムです、西川さんどうもご無沙汰しております、よろしくお願いいたします、また、今回もですね、心拍の、面白い木がありますんで、また西川さんにちょっとお手入れなどを、していただけたらと思います、本日はよろしくどうぞお願いいたします。はい、よろしくお願いします。久しぶりの動画になると思いますがね、うまくいくかどうかちょっと不安なんですよね。久しぶりすぎて。よろしくお願いします。頑張ってやりますね。よろしくお願いします。で、今日はギャラリーの方が数名いらっしゃいましてね、なんかこう動画を見てる中の方たちのちょっとコメントの中に、質問をもっと多くしてもらいたいというようなことをちょっとね、耳にしたもんですから、できたらいろんなことをどんどん聞いていただければ、映像を見てる人はその質問をできないもんですからね、だからぜひ聞いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それじゃあ早速作業を始めます。お願いします。それでこれはね、糸魚川心拍の完全なる、完全なるというか、山取りの木なんですね。で、おそらくもう100年は楽に経ってると思うんですよね。で、今朝これちょっと汚れたもんですから磨いたんですけどね、磨いたって言ってもワイヤーブラシでゴシゴシやりますと、車輪がちょっとこう傷んだりいろいろしますんで、他のブラシでやったんですがね、これが完全に地なんですよね。今溶鉱剤を塗ってございませんから、これが心拍の地でございます。で、ここに今見えてるのは水水、ちょっと赤く見えてますがね、これが非常に山取りのものっていうのは水水が細くて品がよく見えるんですね、私どもから見ますと。それでその幅も非常に狭いんですよね。こうやって見ていただけると分かるんですが、これが殺木だったりするとちょっと水水が太ってくるんですが、山木のおかげに水水がすごく細くて、それで水水の皮が薄いんです、山木ってものは。で、山の自然の状態にある場合にはここまで水水が膨らんでないんです。これ非常にこれ今映像だと見づらいと思うんですが、これ水水すごく膨らんでるんですよね。これ山木の場合ですと、この水水の膨らみがなくて皮を1枚貼り付けたように生きてるんです。それが自然界なんです。でもこうやって鉢へ入れて肥料、水の管理、土等で元気がついてくると、こういうふうに水水が太ってきます。でも盆栽として見る場合にはやはりちょっと水水が厚みがあった方が動きもはっきり分かりやすいのと、ちょっと力強さがあっていいのかなというところも見受けられるんで、私どもはその辺はそういうふうに見てます。でも自然界はそうじゃないんですよということをここでちょっとお話ししたわけですよね。で、非常にこういうところにもこの水水のこの跡があるんですが、これ生きてたんですよ、数年前までおそらく。なんでそんなことが分かるかというと、水水の膨らみがここに残ってるんですよね。斜里化してますけど。で、おそらくこれ数年前に枯れたのか、自然に枯れたのか何かして、こういう斜里化したもんだと思いますね。この木ですと、こんなところに枝があってももし作るとすればやっぱり取るということになるでしょうけれどもね。こういういろんな動きがあって、こういう山のものっていうのは、良さがあるんじゃないかなと思いますね。で、ちょっとこれで足元やっぱり山のもんですからね、こういうふうにね、腐って下が腐って抜けてるんですよね。でもこれは山の称号ですから、これが板でもっとしっかり入っていればいいなっていうのは理想ですけども、山で自然にこういうふうに朽ち果ててきたっていうところが今ここに現れてるわけですよね。そんなところもちょっと参考にしてみていただければと思います。で、非常にこれなんて言いますかね、まだこういうふうに歪むんですよね、木がね。これがまだ安定してない証拠なんですけども、これからきちっと植え替えて固定すればこういう動きがなくなります。今のところはこれは今までの植え替えの仕方がちょっと私どもやったもんじゃないですからわからないんですけれども、これからこれを植え替えると安定してきますので、そういうことはなくなっていきます。あとはですね、足元からこの見どころとしますとね、足元からこの板で上がってきましてね、こういう流れがこうあるんですよね、いろいろとね。この辺なんかもう半分水水が枯れて車輪になってます。これはおそらくこの辺から上は人工的にやったもんだろうと思うんですけれども、その辺も今はもう自然味に変わってきてますよね、こうやって見ますとね。非常にこういういろんな動きがあって見どころありますよね。細い太いじゃないんですね。やっぱり山木っていうのはこういうもんなんですよね。非常に見どころあります。で、今まで何度
く針金はかけてきてるんだろうとは思うんですが、今日これで静止しますので、随分雰囲気の変わった洒落た雰囲気のものができていくのかなというようなことは今想像してみますので、これから作業に入りますのでお願いします。見てください。はい、お願いします。はい。今日見てらっしゃる方、質問があったらどんどん聞いてください。わからないことがあれば、やっぱりこの際ですからどんどん聞いていただければと思いますので、まずね、この枝がね出てる位置がちょっと不自然なもんですから下げて、こっちへここから引っ張って下げるということで今作業をしようかと思ってるんですが、でこれね引っ張ってただ下げただけだと戻してしまうんですよ。だからちょっと針金をかけてそれで引っ張るという作業に入ってきます。すみません、質問いいですか。はい、どうぞ。もうこの状態のまま、形を作っていくし、いわゆる正面はこちらです。決まってる。はい、決まってるっていうか、まあここが正面なんですね。で、よく角度変更をする気もあるんですが、これをね外すとね、ちょっと寝ちゃうんですよ。これだとちょっと不自然ですからね。若干起こそうと思ってこれで今支えを入れてね、こうやって起こしていくってことなんですね。でもっとこれ起こしたらどうっていうと、今度はね、まあきっとね見てらっしゃる方の中にはもっと俺なら起こすようになって、こういうことを考える方もいるかもしれない。こうするとね、ここがちょっと味もそっけもなくなっちゃうんですね。やっぱりこの上の動きはいいんですけど、ここの動きは単調になりますから、やっぱりちょっと不自然なんだけれども、このぐらいの角度がこの木に合ってるのかなということで、今この位置を設定しているわけですよね。でね、やはりちょっと太めの針金使わないと動かないもんでね、これおそらく何番でしょう10番ですかね。ちょっとこの元からかけてって下げますけれど、この場合はですね、もう下げるっつっても針金で強引に下げていくわけじゃないもんですから、こうやって軽くかけて、あとは引っ張って下げるという意味合いが強いもんですから、針金自体にはもう太い針金かけて強引に下げるということは考えていませんので、まあ見てる方はねちょっとその辺分かりづらいかとは思うんですが、こうやってね今かけていくんですが、これはもう針金をかけた後に引っ張ることで下がってきますから、でこの今巻いてる針金で効かせて下げるということは考えていません。この針金で無理やり下げて効くってことはあんまりないですからね。やっぱり引っ張って下げるのが一番いいのかなということで今作業してますんでね。やっぱりちょっと見づらいからあれですね。最後はねちょっとこうやってクイッと締めてあげると効きますからね、針金が。でこの水水が丸々なくて半分の水水ですから、水水を気をつけないと、締め上げて水水切ってしまうと後で枝が枯れてしまいますからね、その辺は気をつけてやっていかないといけないと思いますね。それでこれをね、ちょっとこの辺まで下げたいんですよね。これがだから針金では下がってこないんですよ、これを引っ張らないと。そのために今これから引っ張るんですがね。質問いいですか。はい。これ今水水が片側だけですけど、はい。これはやっぱりもう片側があったものと考えられるんですか。そうですね。もともとはね、ここに今のね質問の答えを出すために言うんですが、ここに枝があったんです。これ生きてたんです。はい、これが枯れたことによって100% 丸く水水があったものが、この枝が枯れたことによってここの部分が焼けが入って枯れたんです。それでこういう形になったんですね。もしこれが枯れてなければここには水水が残ってて丸々の水水で生きてたはずなんです。だからそういうことでここに今水水が半分ないんですよということを言ったわけですね。
からそれが木を見ればそういうことが分かるわけなんですよね。下の方の水水っていうのもどっか自然でだんだんなくなっていったってことですか？いやだから上の部分がなくなったんですよ。下が生きて、要するに上の枝が枯れたもんですから、上に立ってる枝が枯れたもんで上の水水が枯れていったということですね。でもこの付け根の元へ来るとここでねじれてるんですね。どういうんだかね、面白い動きしてますよ。でまたこの樹幹部をねちょっと、これから枝を移動させる、枝というかね、これを移動させることでまた樹形を整えていこうかなというのを思ってますんで。これもねこういうシャリのついてる部分を何かしようと思ってかけてるわけじゃないですからね。だからあっちこっちにこれ焼けてる部分、焼けてるっていうのは要するにシャリの入ってる枝が随分あるんですよね。やはりそれはこう自然界の中で枯れてるその長い間にこういう焼けというシャリになったり水水が枯れた部分が残って今いるわけですよね。で山枝ですからちょっと硬いんですよね。里の木と違いましてね、細くても古いですからやはり少し山木の場合は枝が硬いということを考えると通常よりも一つ太い針金を使わないと動いてこないですね、枝がね。だから今かけてる針金がこの枝に対しては他の木だったらいいんでしょうけど、この木に限ってはこの太さ使わないと枝が動いてこないですからね、今かけてる太さが必要なんですよね。すみません、質問いいですか。はい。今の一つ前にかけた針金の話なんですが、はい。例えばいいですか。はい。ここまで一番最初にかけたここまで止めてるじゃないですか。はい、ここで止め終わっちゃうと効かないとか、そういった意味でここまでかけるんですか。そうですね、まあ多少ここをね効かせるっていう意味もありましてここまでかけたんです。ここで止めたんではちょっと効きが悪くなりますね。まあ今のお話のようなことが結果として、求めるためにここまで針金を残したってことですね。この手前で残したんではかけた意味がなくなっちゃいますもんでね。これからちょっとこれをね今度はこっち側へ絞り込みたいんですよね。
それで今度はね、大雑把にある程度枝の配置をこれからするための針金をかけていきますね。一枝一枝針金をかけて枝を作っていくという作業をしてしまうと非常に時間の無駄になりますので、私どもやるときにはもうある程度枝の配置をしてから小枝に入っていくという考え方を持ってますのでね。で今までですとどんどん枝を取るものを取って作ってる過去の心拍なんかもございますけれども、この木はね今回はあんまり枝の取れる状態でもないですし、取る必要もあんまりないもんでね、まだ枝を取らないでかけてます。これから小枝に入っていくと随分枝は取っていくだろうとは思いますけれどもね、今のところ枝を取る場所がまだないということで、作業を進めてますからね。車間でもやっぱり前枝後ろ枝っていうそういう観念みたいなのはあるんかしら。前枝後ろ枝っていうとどういうことですか。裏枝っていうか。それはありますよ。やはり奥行きのある枝もあるわけですし、またそれを表現しなかったら平らっぽい枝になっちゃったらのっぺらっとした木になってしまいますからね。やはり枝っていうものは奥行きを感じる枝も使ってあり作ったりしていかなければダメですから。しゃがんだからこういう枝で模様木だからこういう枝と、そういうことはないと思いますよ。だから木の姿によって枝の使い方が変わるってことじゃないですから、その木に合った枝の使い方というものを考えて作ってるわけですからね。やはりこれ山木ですから枝が細いですからね、すごくこう雰囲気が出ますね。この細い枝っていうものには私なんかすごく魅力感じてますからね、表現するにもいい表現ができると思ってますから。何度も枝が細い方がいいんですよって話はいろんな中で話してるんですけど、なかなか枝の細い理由がうまくわからないっていう方も随分おられるんだろうとは思うんですが、やはり木を見てもらって、ああこういうことなのかなってことを覚えてもらうしかないのかなと思いますね。枝が細いからいいという、ただ単に枝の細い話をしてるわけじゃないもんですから、枝の細いことによってどういうことが木に現れるのかなっていうところを分かってもらえればと思いますがね。なかなか難しい話になっちゃうんですけどね、その辺はね。
あくまでもこの葉っぱをこう巻き込まないように針金をかけていくっていうのは、見た目の問題ですか、それとも木といいますか、その枝にとって葉っぱにとってやっぱりよろしくないからやはりね、巻き込むと見臭いですよ。あだからこのね、巻き込まないでかけるっていうことはいろんな理屈抜きで、見た目に悪いということでやってるんですね。で非常にね、このエゾマツ、コメツガ、イチイ、真柏、非常にこのかけづらい部類に入るんですね。葉がこういう葉ですからね。黒松、五葉、赤松のように葉がしっかりこう分かれてるならいいですけど、どこからどこまで葉で、どこがなんていうかね、枝かっていうのは分かりにくい木ですからね。だからその辺は木によってそういう感じがありますから、それは承知して我々かけてるんですが、やはり巻き込んでしまうと見栄えが悪くなりますからね。そこは注意してかけてますけどね。ただ細い枝先まで行ってもやっぱり巻き込まないようにかけてますから。エゾマツなんかかけると非常に巻き込まないでかけるということに対してはちょっとね難しいわけじゃないですが、やりづらいところありますね。先ほどのその裏枝の話に続いてですけど、はい、車間でその頭をどこにするっていうのはなんかやっぱり模様着なんかと違って難しいかと思うんですけど、やっぱりそれは木によってケースバイケースで頭をどこに持っていくかっていうのはあるわけですか。そうですね。頭を持っていく位置ってのはやっぱりその木の雰囲気に合わせるしかないでしょうね。同じ車間でも持っていく位置っていうものはこうじゃなければいけないっていうのはあるわけじゃないですから、やはり全体の木姿のバランスの中で樹幹部というものを考えて作っていくということでしょうね。そうすると正面が先ほどねこちらっていうことは樹幹部も大体この辺っていうもう想定で。そうですね。そのために樹幹部も今引っ張ったわけですからね、樹幹部になる部分に対してね、引っ張ったりしてるわけですから。その樹幹部を作るにあたって、その芯になる一番強い先になる枝があるじゃないですか、はい、それが必ずしも樹幹部になりますよっていうことではない。そうですね。強い芯だから頭にするんですよってことじゃないです。やはり樹幹部というものは全体的に見せるという形で考えてますから、この芯が頭になるんですよっていうふうに考えてるわけじゃないんですよね。でどんな自然の木見ても分かってもらえると思うんですが、樹幹部に芯が一本上がってて頭ができてるっていう、そんな木は一本もないわけですよ。ただ成長過程においてどんどん伸びてる時にはそれが芯として伸びてってるわけですよね。しかしある一定のところまで行くと木の成長が止まるわけじゃないんですけれども、一定のところまで行くと木というものは自然にその樹幹部というのは形成されていくんですよね。それで頭の部分が丸くなったりいろんな枝で形成されて樹幹部という形になっていってるんです。だからよく昔ね、お客さんにこんなことを言われたことあるんですよ。針金かけてもらったら芯がなくなっちゃったんですけどっていうから、芯ってどういうことを言ってるんですかって言ったら、やはり皆さん愛好家仲間で芯がなければ盆栽じゃないって言ったってですね。だから芯ってどういうことなのって聞いたらまたそれが答え返ってこないんですよ。そう言われちゃうと何のこと言ってんだか俺も自分でわからないって言うから、そうでしょって。だから芯じゃなくて樹幹部というふうに盆栽の場合は考えてくださいって言ったら、あ、そういうことですかって納得された方もいましたけどね。やはりよくね、芯だっていう言葉を使う人がいるんですけども、その木を作っていく過程で必要であればそれを芯を伸ばすこともあります。だけどもこういうふうに木が古くなったりある程度持ち込んできてる木は芯ということはあんまり使わないですね。
芯を作るんじゃなくて樹幹部を形成していくんだという考え方ですから、その辺がちょっとね分かりにくいというか、皆さんちょっと混同しちゃってる方もいるようですね。で今こうやってかけてるのはもう大雑把に枝の配置を今してるわけですから、これができるとあとはこれで入ってきますから、非常に針金掛けの速度も上がっていくんですがね、今やっぱりこうやって一定の枝の配置をするっていう作業がやっぱり今必要とされてやってるわけですから、これを一枝ずつかけてたらとてもじゃないけど時間がかかるのと枝のまとまりが出なくなりますからね。皆さんきっと一枝ずつ決めてかけていくんじゃないのかなというふうに思ってらっしゃる方もおられると思うんですが、そうじゃないです。こうやって大体の枝の配置をしていくのが基本ですから、そこからあとは小枝に入っていくというふうに考えてますからね。これじゃあ皆さん見てて頭がどこだか樹幹部ってどこだかなんてちょっと今のところ分かりにくいと思うんですよね。で、こうやってね枝を配置しながら大体の樹幹部の構想が描けてくるわけなんですよね。それでね、一つここちょっと映してもらえるといいのかなと思う部分があって、これから作業したいんですが、どうですか？映すことできますか？ですね、これ正面から見ますとね、この枝さっきねここに下げるということで、作業したんですが、この枝を下げるにあたって、これ今枝がちょっと立ってるんですよ。これを平らにしてしまったら動きとして面白くもなんともないんですよ。だからこれはやはり今ちょっとここが立ち枝っぽくなってるんですけど、これを利用しながら今度はこの枝を巧みに配置するということでここの枝を作っていくということなんですよ。だからこれが今これからこういうふうにして曲げながらこういうふうに枝を使いこなすんですよね。だからこの辺が皆さんちょっと映像では分かりにくいんですが、こういう作業をすることによって枝の膨らみ動きというものを感じるというふうに今作業してるわけなんですよね。これが皆さんねきっと分かってできるようになるようなことがもしできれば楽しいんじゃないかなと思いますけどね。私どもはこれはもう通常やってる仕事ですから当たり前のようにやってますけれども、だからこの辺に変な理屈を持ってきちゃうとこういう仕事はできなくなりますね。やはり動きをどう感じさせるのか、またこの木の動きはどういうふうにすれば表現すれば面白みが出るのかってことをまず考えてやっていくってことなんですよね。でだからね、本当に手元を見せてもらいたいっていうこともねよく言われるんですが、なかなか映像の中で分かりにくいんじゃないかなと思うんですよね。実際見てらっしゃる方はああいうふうに枝が動いてって、なるほどこういう膨らみが持って出てくるんだってことを分かっていただけるんですが、映像の中だとちょっと分かりにくいなと思いますね、これ。だからこれからもうある程度大雑把にかかってますからね、小枝の方へこれから入ってきますからね、どん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 と。この時にあんまりフルッパを取りすぎないように気をつけてくださいね。すっきりさせていいものとそうではないものとありますから、この木の場合はある程度のフルッパまでは取りますけど、あんまり取ってしまうとスカスカしてしまいますんでね、そこまで一気にフル葉を取るっていう作業はしませんから、
ある程度フィルハを残しながら作業を進めていくという形で今かけてますから。細かくね、針金が今度細くなると細かい針金に変わっていくんですよね。番数がどんどん変わってきますから、細い中にもより細いものを使う針金もありますしね。これで巻き込んでませんからね、葉っぱをね、ここで巻き込んじゃうと汚くなりますからね、これを気をつけてかけていかないといけないですよね。針金かけの時期は今ははい、いいですか？心拍は今大丈夫ですね。今月いっぱいぐらいまでは相当な無理が効きますから、暖かくなってくるとね、心拍は皮がむけますから無理は効かないですね。今の時期、12月頃から今ぐらいの時期でしたら相当な無理が効いてますから、無理っつってもどのぐらいの無理なのって言われると、これはもう加減をやっていかないと、加減をしてやっていく無理ですけどね。でも相当なねじれとかそういうものには耐えますから、心拍の場合は。なんで心拍がねじれに耐えるかっていうと、もともと木質部がねじれに耐える木質部なんですよね、心拍というものは。だから山木の場合は自然界で水水がねじれたり幹がねじれたりして育ってるわけですよね。それは枯れながらもその部分が残っていくんですね。要するにねじれに強い木質部だということなんじゃないですかね。これは心拍は特になんて言いますかね、木の性質というものが現れてですね、他の木にあんまりそういうものは見られないですけどね、心拍は特に強いですね、ねじれには。その無理を聞かないっていうのは、やっぱりその水を上げてきてるタイミングによってってことなんですか？そうですね。だから水を上げてくるようになると、私ども同じ針金をかけるにも無理をしない針金かけに変わってきます。だから今回のようにこのような荒木をやるのはやはり真冬の時が一番いいんですよね。これが暖かい時期になったらもうねじれると、針金をかけて枝をねじるとかそういうことしたらもう枝が枯れてしまいますから、今の時期でしたら180度までねじっても枝はあまり枯れないです。ゼロとは言いません。だからその辺は私どもの経験上でやってることですから、皆さんじゃあ俺もねじってみようってねじったら枯れちゃったよっていうことあるかもしれないですから、その辺は経験に基づいてやってますから、だから無理するときはちょっと保護してラフィア巻くとか何かそんなことでねやってあげるのも一つの方法だと思いますね。そうじゃないと無理しすぎると本当に枯れるのが枯れてしまいますから。結局その水水のところが剥がれちゃう、要は剥がれちゃうっていうか、はい、そういったことで枯れるっていう。そうです。形成層が剥がれると植物は形成層と木質部の間で水を通わせてますから、それを剥がしてしまうと枯れますね。要するに水を送ることができなくなりますから。だから強いっつっても強いから何でもやってもいいのっていうことじゃないですからね。だからその辺はやっぱり経験しかないでしょうね。でも真冬の寒さの強い日になんかやったらこんなに丈夫なものないなっていうくらい心拍っていうのは強いもんですよ。だからいろんなものが自然界でもできてきたんじゃないですかね。生き残りながらね、枯れるとこは枯れても生き残るとこは生き残るというその繰り返しでなってきたんだと思いますね。
で今こういう作業をしてるんですが、これはもうある程度枝を決めといて、この小枝をかけておいて、後の作業としてこういうふうに枝を配置していくんですよね。そうするときれいにまとまってきますから。で最終的にはやはり半年後くらいになるともっと枝がきれいにまとまってきますけどね、今のところはこうかけてますから、枝の状態が荒かったり葉の状態がまだ荒っぽいんですが、これから半年も経ったらきれいにこのお盆過ぎにはきれいになっちゃうんじゃないですかね、葉組が。その時にはああなるほど、あの時のことはこういうこと言ってたのかってことがまた見る機会があれば理解してもらえる時が来ると思いますけどね。だから針金かけて形が良くなったから盆栽の完成ですよというふうに思ってませんから、だから常にここからがスタートですよという言葉をよく使ってるんですがね、完成というものはやっぱりあるようなないようなもんなんですね、盆栽っていうのはね。見た目が今展示会に飾るにいいんじゃないんですかということをよしとして展示会に出したりしてるんであって、これは完成でもう崩れませんよということはありませんから、盆栽は。必ず成長して次の段階へ進む時に乱れてきますからね。ただそれはこの生き物ということですからね、それがね。